今日は私の休日の過ごし方についてお話ししようと思います。私の動画を初めて見る人はここどこやって思ってると思うんだけど、私はニュージーランドに住んでいます。だからちょっと日本の休日の過ごし方とは違うかもしれないんだけど、ニュージーランドならではというか田舎ならではというか、私の休日の過ごし方を話していこうと思います。休日は基本的にバイクに乗ってるんだけど、こうやって撮影しに来てるか、あとは編集してたりする時もあるし、でも普通に遊びに行く時もあって、今年の夏はね海に結構行ったかな。めちゃめちゃ海行ってる。何回行ったんだろう。もう理由なく海に行く。ほぼバイクなんだけど、前にも動画であげたんだけど、バイクは水着の乾燥機になるのか試すバイクは水着の乾燥機になる説を検証してみるっていう動画でも海に行って、ずぶ濡れのままバイクに乗って水着が乾くか乾かないかみたいなのもやったし、普通に今日暑いから海行こうっていう感じで海に行ったりとかもしたし、あとはお友達が連れてってくれたんだけど、こっちで初めてシュノーケリングをしたんだよね。めちゃめちゃ海が好きな子で、ボディースーツ、ウェットスーツを持ってて、結構奥の方まで行って、で森槍なんていうの、スピアフィッシングっていうんだけど、弓矢みたいなやつでお魚をぶっ刺して取るっていうのをやりました。私は何も取れなかったどころか、もうほぼ溺れてて、どうしようみたいな怖い足つかない、やばいもう帰るみたいな感じだったんだけど、その子はめちゃめちゃ魚を捕まえてて、でっかいなんつってたかな、ヒラメの仲間だったかなんだったかのお魚を3匹と、かなりでかかったよ。あとはねアワビとかも結構いて、アワビはその日は取らなかったんだけど、それとタコを釣ってタコパ今度しようねっつって今冷凍してある。でその魚をもうビーチでそのままさばいて、残ったやつはカモメとかにあげて、で家に持って帰って、その日はフィッシュ&チップスをみんなで食べたの最高でしょ。私ももうちょっと海と仲良くなってちゃんと潜れるようになったら自給自足をしたいなって思うんだけど、本当にお魚が売ってなくてね、スーパーとかに全然お刺身で食べれるようなのも売ってないし、ほぼサーモンって感じで、お魚好きだから自分で取りに行ったり釣れたらいいなって思うな。釣りの免許も取ったんだけど、結局1匹も釣れてなくて、どうしましょうね。こんなにお魚を食べたいと思ってるのに全然捕まえられてませんそれとね、初めて行ったところがあって、 4x4 っていう四輪車、四駆の車、オフ車で泥道とかすごい険しい坂道とかを走り抜く大会みたいなのを見に行ったんだよね。これは国際大会になってるみたいで、その予選みたいなやつだったのかな、見に行ったんだけども、すっごくて泥道っていうか泥を浴びてて、泥道ゾーンに入った瞬間、その車が何色だったか分かんなくなる感じ。一番面白かったのが、人の失敗を笑うのは良くないと思うんだけど、坂道とかで登りきれなくて転げ落ちる車を見るのがすっごい面白かったし、もう観客もわーみたいな、みんなそれを楽しみに来てる感じがあって、初めての体験だったからすごい楽しかった。ピクニックシートみたいなのを持ってきて、友達はワンちゃんとかも連れてきて、だいぶ兄ちゃんと仲良くなったから
ボコボコ道も動揺しなくなってきたぞ。それでもうなんだっけ、ピクニックシートを敷いて、お友達はアボカドとか持ってきて、なんかその場でナイフでいろいろ切って調理し始めて、おやつ食べるとか言って私はナッツ、ミックスナッツとかを持ってってたんだけど、もうスケールが違かったよね。おやつの食事だった。あとはね、今年の夏に行ったのは、これは初めてじゃなくてお気に入りの場所だから1回目なんだけど、動物園なのかな、動物園か、動物園とちょっとしたお散歩道が一緒になったような施設、そこに行ってきたの。目玉がライオンの餌やりショーなんだけど、すっごいライオンが近くて、普通ガラス越しだったり分厚い檻越しだったりで、そんな近くに行けないと思うんだけれど、そこは普通のネット、なんていうの、カラスよけネットじゃないけど、鉄の網になってるさ、よくあるネットだよ、本当に。あれのちょっと強い版みたいなやつの向こう側にもうライオンがいて、指突っ込んだら食われてもおかしくない感じの。そこの動物園はね、普通に動物さんもいっぱいいるんだけれど、特徴的なのがほぼほぼ全部の動物さんに餌やりができるの。ほぼほぼ全部、本当に全部かもしれない。で、おやつ代もすごいリーズナブルで、みんなめっちゃ可愛いのおやつちょうだいって送ってきて、ただ残念だったのが、もうワラビーに会いに行ったと言っても過言ではないのに、全然来てくれませんでした。で、前回あんまり魅力に感じなかったんだけど、よくよく考えたら面白いなって思ったのが、トラウトに餌やりができるんだよね。野生のトラウトに川が動物園の中にあって、すっごい綺麗なの、飲める川水で、透明度めちゃめちゃ高くて、水道水と変わんないんじゃないかな。ミネラルウォーターよ。そこにいるトラウトに餌をあげて、でもだいたいカモに食べられてたけど、みんな餌待ちしてるのがね、可愛かった。あとウナギもいたんだけど、ウナギは泥の中に隠れてて、なかなか見つけられなかったんだよね。ウナギにも餌やりしたかったな。これは夏に限らずなんだけど、こっちに来てから料理が趣味になって、特にベーキングが楽しくてね。でっかいオーブンが家にあるんだけど、ほぼ毎日朝はパンを焼いてます。その中でも力を入れてるのがサワードーって呼ばれる、ちょっと酸っぱい匂い味がするパンなんだけど、その工房を自分で育ててるのね。ウィッキーって名前をつけたんだけど、毎日1回2回3回ウィッキーがお腹が空いたサインを出したらご飯をあげて、ご飯をあげた分ウィッキーがどんどん増えてっちゃうから、そのウニョなのかな、多くなっちゃった分を取り除くんだけど、その取り除いた分でパンを焼くんだけど、それでサワードを焼いたり、日によってはイングリッシュマフィンだったり、パンケーキにもできるし、結構何にでもなるんだけど、結構そうやってパンを作ったり、その合間でケーキとかもよく作るんだけれど、スイーツを作ったりして楽しんでいることが多いかな。あ、そうだ、クリスマスはね、クリスマスが真夏なんだけど、今年は日本に帰れなくて、日本に帰ったらもうニュージーランドには戻ってこれなくなっちゃうから、今年のクリスマスはニュージーランドで過ごしました。基本的にクリスマスは恋人で過ごすイベントっていうより、家族で過ごすお正月みたいなイベントなんだけれど、家族で過ごせない私のことを哀れに思った
人たちがみんなこぞってうちにおいでよって呼んでくれて、それでホームパーティーをはしごしたんだよね。真夏のクリスマスだからあんまりシチューとかターキーみたいな感じっていうよりは、もうお外でバーベキューしましょう、ハーパンでみたいな、ビーチサンダルで OK っていうかなりカジュアルな感じで、そんな感じですごいワイワイといろんなご家族のクリスマスパーティーにお邪魔してきたので、その翌日の26日12月26日はボクシングデーって呼ばれる日で、一体どんな日なんだろう。私がオーストラリアに行った時に聞いた話だと、ボクシングデーにやっとプレゼントを開けられるみたいなことはちょっと聞いたことがあるんだけど、それは国とか地域によってちょっと違うかも。一番大きなイベントとしてはボクシングデーが年に1回の一番大きなセールの日で、クリスマス当日はどこのお店も閉まるんだけれど、スーパーですらやってないんだけどね、本当に元旦って感じの日で、その次の日は初売りセールじゃん。その感じでボクシングデーでボクシングデーセールがやってるから、みんなこぞって買い物に行くんだよね。でその日はね、大家さんに誘われて初めて競馬場に行ってみたの。全然かけ方とかお馬さんの見方とかもわかんないんだけど、雰囲気がすごい楽しくて、ちょっとかけても見たけど、勝ちもせず負けもせずみたいな感じで楽しかった。競馬場ってイメージ的に新聞紙広げたちょっと小汚いおじさんが鉛筆を耳にかけてなんかぶつくさいながら機嫌悪い感じ、ちょっと負のオーラが漂う空間というか、ワクワクしてる感じのイメージがなかったから今まで手を出さなかったんだけれど、実際に行ってみたらすごい社交場的な感じだったんだよね。テーブルには白いテーブルクロスが引かれてて、ローストビーフとかが出てきて、で来てる人も男性は割とスーツで、そのスーツっていうのもすごい華やかなスーツな柄スーツで、もうアロハシャツ柄のスーツみたいな、そういうのを着てる人もいたし、みんなすごいおしゃれして蝶ネクタイとかして、で女性陣はドレスを着てたりとかおしゃれなお洋服を着て、で特徴的なのが頭にちょんってつけるちっちゃいお帽子、なんて言うんでしょうね、なんかいい感じの画像があったら出しときます。説明がしづらい。あれをみんなつけてて、でハイヒール履いてみたいな、シャンパンとか飲みながら競馬を楽しむっていう、結構リア充が行くような場所だった。あんまそんなことはよくわからないんだけど、ちっちゃい女性のジョッキーがいて、その子がすっごい強くて、しかもめちゃめちゃフレンドリーなのね。最初にお馬さんがパレードをして状態を見せるのかな、その時にも他のジョッキーは結構不愛想というか、ただ乗ってるだけだったりするのに、その女の子だけはみんなに手振ってたりとかニコニコしてて、もうファンになっちゃった。だからずっとその子にね、後半はかけてたんだよね。しかもダントツで強かった気がする。負けをそこで取り戻したから、もうダニエルちゃんのファンです。そんな感じでね、東京にいた頃とはだいぶ違う休日の過ごし方をしてるんだけど、結構今の生活も気に入ってます。またこれからどんどんお友達も増えて、行ったことないとこにもどんどん行って、お気に入りの道も増えたり、お気に入りのレストランもできたり、そうしていくと休日がもっともっと楽しみになってくるかな。新しい場所に住むっていうのはそういう楽しみもあっていいよね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。